どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。今回は渋谷にやってきました。今日は CD を買いに行こうと思います。なんでも気になるバンドが CD を出したそうなので、オンラインではなくこの足で買いに行こうと思います。敷島 M3 みたいな同時イベントで CD を買うことはあるんですが、バンドの CD を買うってめちゃくちゃ久々な気がします。何年ぶりだろう？ 3 年ぶりとか？いや、もっと買ってないかもしれないな。最近は大体の場合配信もありますからね。自然と CD ショップに足を運ばなくなっていたのは事実です。ただ本日は絶対 CD を買いたい理由と、そして行きたいショップがあるので、オンラインで買わずに渋谷までやってきました。というわけで早速行ってみましょう。今回向かうのは渋谷のタワーレコードです。敷島、何気に渋谷のタワレコ行ったことないんですよね。目の前を通ったことは何度もあるんですけど、入店する理由があんまりなかったというか、それこそ最近は配信で聴けちゃうし、 CD が欲しいとしてもオンラインで購入できますからね。タワレコは駅からすぐのところにあります。渋谷駅近くのこの大きなスクランブル交差点はいつでも人がいっぱいですね。ここのスタバは海外からの旅行客の絶好の撮影スポットになっているらしく、信号が青になるたび、あの窓からスマホを構える旅行者の姿を見ることができます。この交差点は1回の信号で約3000人が行き来するそうなんですが、その密度は世界でトップクラス。日本人からしたらただのだるい交差点にしか見えないんですけど、海外からの旅行者からするとなんだか面白いらしく、旅行中の人気スポットになっているそうです。とあるウェブページの情報によると、外国人旅行者のおよそ4割がこのスクランブル交差点を訪れるんだそうです。信号が青になりましたね。あ、めっちゃ撮られてる。こっちからも取り返してやりましょう。それにしても渋谷は昼間でも人がめちゃくちゃ多いですね。敷島、東京の中でも渋谷は結構好きな街なんですけど、人はほんといつでも多いですね。というわけで、なんとかタワレコに到着しました。こちらが渋谷のタワーレコードです。目の前を素通りしたことはありますけど、こんなにまじまじ見るのは初めてかも。このタワレコはもともと宇田川町の方にあったらしいんですが、1995年にここに移転してきて、そこから30年以上が経った2026年2月に全館をリニューアルオープンしたんだそうです。めっちゃ最近リニューアルしたんですね。この建物は8階まであって、その全部がタワレコになっています。屋上もイベントスペースとして使われているみたいです。というわけでまずは欲しい CD を買いたいと思います。早速入店してみましょう。3階にやってきました。欲しい CD を探そうと思ったらいきなり発見しました。アフターソウルというバンドの CD なので、あの棚にひっそり置かれているのかと思ったら、めちゃくちゃデカデカと特集されてましたね。アフターソウルは敷島が好きなハヌマーンだったりバズマーザーズといったバンドでギターボーカルを担当していた山田良一氏が2024年に新たに結成したバンドで、今回はそのファーストアルバム軽音楽という CD を買いに来ました。このアルバムは全11曲入りなんですが、配信では一部の曲のみしか配信されてません。2026年4月現在では3曲のみ配信されてましたね。つまりこのアルバムを全曲聴くためには CD を購入する必要があるわけですね。で、今回このファーストアルバムのリリースツアーが行われる予定なんですが、敷島チケット当たっちゃったんですよね。もし今後全曲配信で解禁されるとしても、せっかくライブ行くんだったら全曲聴いてから行きたいじゃないですか。というわけでここに買いに来たというわけですね。もともと買うのは決めてたんですけど、視聴器があったので視聴なんかもしちゃいました。なんかこういうのも久々ですね。久々のレコードショップ、なんかいいな。というわけで購入しました。このタワレコのマクドナルドみたいな配色の袋、これもなんか久々ですね。早速帰って聞きます。酒を飲みに行きます。皆さん、今回敷島が意味もなくこの渋谷のタワレコに来たと思いますか？そんなわけないでしょう。なんとこのタワレコ、最近6階にビール飲めるスペースができたんですよ。つまりレコードショップで CD を買って、そのままこの館内で酒が飲めるというわけです。理にかないすぎている。今回できたのはタワーレコーズビアというお店で、今年2月末にオープンしたんですけど、
オープン当初からこういうお店ができたっていうのは知っていて、ずっと行きたかったんですよね。なんならインターネットでエゴサすると、このタワレコのビールの店、敷島テトラが行きそうとか書かれてて、わかるってなってました。でもレコードショップなのに CD を買わずにお酒だけ飲みに行くのもなんか違うじゃないですか。せっかくだったらね、 CD を買ってお酒を飲むっていう一連の流れを体験したいじゃないですか。その方が体験として面白いと思ったんですよ。だから欲しい CD ないかなと思ってたら、好きなバンドマンが配信予定のない CD を出すって言ってて、もうそんなのおあつらい向きじゃないですか。ということで今回その CD を買うとともに渋谷タワレコに来たというわけですね。6階はレコードコーナーになっているんですが、タワーレコーズビアはその一角にありました。あまりにもナチュラルにあったので、全然気づかずに一度通り過ぎちゃいました。というわけでこちらがタワーレコーズビアです。立ち飲みスタイルのビール屋さんで、タップ数は12個もあります。こんな感じでメニューも豊富です。1番から4番はタワレコとのコラボビールで、それ以外の8種類がゲストタップになっているそうです。せっかくなんで1杯目はコラボビールが飲みたいよね。ということでティーンエイジとコラボしたキラーチューンというビールを頼みました。他にもコラボビールは鍵屋ブルワリーだったりレボブルーイングとのコラボ商品がありました。というわけでキラーチューンです。おお、めちゃくちゃトロピカルな感じがして美味しいですね。めちゃくちゃホップって感じです。敷島最近 IPA あんまり飲んでなかったんですけど、こういうホップ感マシマシのビールもなんかいいですね。これ一杯で結構満足感あるなって感じの味がしていいですね。せっかくなんでもう一杯くらい飲もうと思います。京都醸造のパピプペピンスというビールにしました。韓国のかき氷パッピンスから着想を得て作られたデザートビールだそうです。お、甘いな。スタイルのところにオーツクリームフルーツスムージーと書いてあったんですが、スタイル名の通りクリームっぽさだったりフルーツっぽさがかなりあって、すごく甘めのビールでした。これはジュースや。まさにデザートビールって感じですね。美味しいです。濃度についてはスムージーエールと言われた時に想像するほどのドロッドロ感ではなくて、比較的飲みやすい濃度って感じでした。ちなみに店員さんに聞いたら、ゲストタップは結構な頻度で入れ替わっていて、コラボビールの方も半年に1回くらいずつ入れ替えていきたいなっていうことでした。たまに来れば毎回違うビールが飲めるわけですね。敷島タワレコをレコードショップとしてしか見てなかったんですけど、今後は気軽にお酒を飲むために立ち寄る場所としてもいいのかもしれません。というわけで渋谷タワレコでした。おそらくビールを飲んだからだと思うんですが、なんだか無性にハンバーガーが食べたくなったので食べに行こうと思います。なんでビールを飲むとこんなにハンバーガーを食べたくなるんでしょうか。というわけで少し歩いてシェイクシャックにやってきました。敷島シェイクシャックには昔1回行ったことがあるんですけど、マジでどんな味だったか記憶になくて、配信とかでも敷島さんバーガー食べるならシェイクシャックもいいですよってよく言われてて、気になってたので来てみました。今回は期間限定のスモークシャックとポテト、ドリンクにアイスモカを頼むことにしました。というわけで商品がやってきました。なんか銀のプレートに入って出てきました。ちょっとディストピアっぽくもあり、宇宙っぽくもありますね。この白地に緑色のマークが入ってるのがなんか可愛くていいですね。アイスモカは普通のアイスモカを想像して飲んだら、なんかドロッとした感じの食感で、なんやこれって思ったんですけど、カスタードが入ってるらしいです。なんだか他のお店では飲めない感じの味で美味しかったですね。スモークシャックはパティがめっちゃ肉々しくて、そこにねベーコンのカリカリの食感があってめちゃくちゃ美味しかったです。なんか辛いなぁと思ったんですけど、チェリーペッパーっていう唐辛子の一種が入ってるみたいです。個人的にはね、このバンズ部分が柔らかくてややもっちりしてて、かなり好みな感じでしたね。追加でビールも飲みました。シェイクシャック、まさかビールも飲めるバーガーチェーンだったとは知りませんでした。ビールが飲めるのはバーガーキングとフレッシュネスだけだと思ってたんですけど、まさかシェイクシャックでもビールが飲めたとは。しかもシェイクシャックのビールはオリジナルビールという気合の入りようです。確かにバーガーに合わせて飲みたい感じの味わいで、とっても美味しかったです。というわけで随分と渋谷を満喫してしまいました。帰ります。というわけで今回は渋谷タワレコで CD を買って飲酒して、
最終的にシェイクシャックでハンバーガーを食べてきました。ちなみになんですが、後日無事にライブにも行きました。いやー、めっちゃ楽しかったです。本当に行ってよかった。最高でした。皆さんもたまには CD を買いに行って、できれば渋谷のタワレコで飲酒をしてみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。また次回の動画でーす。